ほーみんな、ジョイジョイのミヒとナタです。今日は今はドイツに住んでて、やっぱりお正月って餅やなーって思うけど、ドイツじゃお餅が買えへんから恋しいなーってよく思うんだよなー。年末家族のみんながドイツに集まってお餅恋しいなって思った。めっちゃ思った。ドイツでは餅がないっていう問題があるから、俺ら自分で餅作ろうぜって思って、ナタがタイのもち米買ってきて、これはやばい。ほんまに餅作れるんじゃないって思ってん。だから臼とキネを作ってみよう、本当の餅つきやってみようぜっていう話、これからみんな見てみてほんでまず臼とキネが必要やから、俺らおばあちゃん家にいる間、ちょっといい木を探して臼とキネを作り始めてみたけど、ちょっとキネはうまくいってん。そう、そこはちゃんと覚えとこうぜ。キネは全部うまくいった。ナタナエルがブンブンブンって穴開けて、僕がちゃんときれいにして、最後これ成功っていうかっこいいポーズをしてるとか。で、切り株を見つけて、俺らおばあちゃんち道具がないから、どうやってやったらいいかなって考えて、ちょっと僕がスウェーデンファイヤー、スウィーディッシュファイヤーっていうやり方でちょっと丸太切り株の上に火をつけてみて、この調子じゃ作れるんかなってやってみて、ついでにリンゴも焼いてみた。で、もう夜遅くなったからちょっと火消してみて、明日また続けようっていう感じで、明日の朝起きたら俺らの切り株が奪われてた。Oh no! なくなってて、最初ミヒがやばいって思って、これ誰が奪うんやろうって思ったら、実は火に奪われたのだ。僕らちゃんと最後まで火を消さへんかったから、夜中にもう全部丸々燃えちゃった。燃えちゃった。もうほんまに後なしで、そう、切り株が全部灰になって、やばい、薄がない。これはもう一個作らなあかんな。ほんで、ナタナエルが森で見つけた切り株を使って新しく薄を作り始めて、これが動画。俺ら最初トンカチで頑張ってる。トンカチパン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 。めっちゃ楽しかったな。楽しかった。そう。でももうほんま時間かかりすぎて、トンカチからやっぱりヘルプが必要やなって。これヘルプ来た。僕らのヒーロー。すごかった。1日分の仕事が2日分の仕事が5分で終わったほんま助かった。で、最後にちゃんときれいに手すりでお父さんが手伝ってくれて、そう、そして最後のポリシングタッチをサンドペーパーを使って最後ツルツル。そしてこれ完成。めっちゃ感動した。ほんまに作れたんやなって僕は思った。これが一番難しい。もう次は問題ないな。もうここまで臼とキネも作れたらもうあとは楽々やなって思ったけど、ご飯を炊いてみて、じゃあご飯をまず炊き方何も調べんと、お兄ちゃんが簡単やからとか言って炊飯器でも簡単に炊けたから、もう普通に鍋で炊いてみようぜって話になって、4.5 キロまず半分を試してみたけど、なんかちょっとなうまくいかんかったっていうのかな。お米をまず、寝かしてん。4時間から5時間で、普通に炊飯器で炊くように、もうでっかいポットで炊いて出来上がってんけど、
ちょっとなんか匂いがな。いや、それは焦げてたっけ？言わへん。言わへん。あ、でもそのお米を使って、臼とキネを使って、鍋。鍋で、でっかい鍋で炊いて、その炊いたもち米を、これ、ついてる動画。そしてパンチャンパン始まった。俺ら、餅つき。初めて。ゼロから。やってみてんけど、なんかちゃうなって思ってんな。日本で餅つきした時なんかちゃうかったのを覚もってえるけど。とちゃんと形を持っててんけど、今回柔らかいなって。ちょっとスープっぽく。スープスープらしく。スライムっぽく。スライミー、ちょっとみずみずしいっていうのかな。うん。なんか、つまり、失敗した。なんかちゃうなって思って。まあでもまだ 4.5 キロ残ってるから、最初にお米の炊き方を調べてみた。ステップ1、みんなまずいつもちゃんと調べる。ほんで、お餅を炊くんじゃなくて、蒸してみようと思いました。お米を蒸しました。調べたら、それ普通っていうのを知って、実はいつも蒸すっていうことを知って。炊くのもありやねんけど、蒸す方が美味しい。蒸す方がちゃんと餅っぽくなるっていうのを書いてあって。竹の蒸しマシーン。なんていう名前か分からんな。俺も分からん。なんか小籠包とか肉まんとかを蒸すような竹でできてる丸いタワーを使ってお米を炊いて、蒸してみました。うん。そしてちょっと失敗するのが怖いから、ちょびっとだけ確かめるトライアルとして作ってみたら結構うまくいった。で、ここで俺ら餅つき本格的にできるような感じで、本当にみずみずしくないお餅を始まった。こんな感じに餅をついでって、もうめっちゃいい感じやってんな。うん。やばかった。なんか、ほんと、プロみたいな違う。ほんまになんか小学校でやってた餅つきみたいにリズムも合わせながら一人がついて一人が水ぺちゃって感じでやって、最初結構まだ米の粒々があったけど、やっぱり叩いてる中でほんまにすごいスムーズになったよな。うん、でいろんな人が試してみて餅をついてみて、めっちゃ一人一人楽しそうにしてくれて嬉しかった。嬉しかったね。やっぱり今回こそ本物を見せたな。こうやってやるんだで。しかも食べやすい。やっぱりベトベトせえへんから。ベトベト。で、たまにちょっと危ないシーンもあったな。ナタナエルがやけに長く手を餅の上に置いて、俺がトンカチで、俺がキネでナタナエルの手をバーン叩きそうになったけど、やっぱり俺はすぐに途中で止めてナタナエルの手をセーブした。守った。そう、餅いい感じに出来上がってから出して片栗粉につけて固めて丸めて。Nicht gucken, arbeiten. Das muss ich das Gehalt kürzen. いや、100個以上は作ったな。大量生産。俺らのきなこ餅。餅食べるオッケー。食べる瞬間。感想おー、ちゃんと伸び伸びした。やばい、おいしい。感動。
感動。感動。来年ももう一丁。来年はもっといい餅つきを。もっと、もう最初から全部完璧な餅つきをやります。やります。よろしくお願いします。よっしゃ。じゃあ、また。結構ピーナッツバターと蜂蜜で食べるのも美味しいで、みんなやってみて。